ケイスケです。オーストラリアのメルボルンに来てからもうすぐ1年が経とうとしてます。なんか長いようなね、もう早かったような、ちょっとね、よくわかんない感じになってるんですけども、メルボルンに引っ越したタイミングぐらいから結構この家ね、いろいろ作り始めて、で、ありがたいことにルームツアーをしてくれというコメント何回かいただくことがありました。で、もう考えたらもうすぐこの家も出なきゃいけないんですけども、この家を出る前に最後にルームツアーをしていきたいと思います。まあもう見たらわかる通り、本当にワーキングホリデー1年しか住んでないんかというぐらいね、しっかりといろいろ家具を揃えてしまいまして、もちろん日本に送るものもあれば、もうこのままね、捨てていっちゃうものもあるんですけども、まあどういう視点で、どういうものを集めたのか、結構日本でも手に入るものっていうのが多いと思いますので、ぜひ1個の参考にしていただければと思います。早速ルームツアーの方行ってみましょう。はい。ではまずお部屋の間取りの紹介をしていきたいと思います。このお家は、オーストラリアメルボルンのちょっとね、シティから離れた下の方にあります。シティど真ん中までは歩くと15分、20分ぐらいかな。結構立地としては悪くない場所にあります。で、広さとしては正直そんなに広くなくて、こっちでは2ベッドルームっていう話をするんですけども、日本で言うと 2LDK っていう感じですかね。で、一応間取りというか全体説明しておくと、こっちですね、一番奥がベッドルームになります。で、右側がもう1個のベッドルームで、左側がトイレとお風呂みたいな感じですね。で、まあベッドルームとかね、ちょっと開放してないんですけども、あっちの奥のベッドルームで僕たちは寝ていて、僕と彼女ですね、は寝ていて、で、こっちのベッドルームはもう物置部屋にしています。ほぼ僕の機材とか、そういうものを置いてますね。で、なんでかっていうと、この家ですね、ファーニッシュドって言って、家具付きの物件なんですよ。なんで、もともとあるテレビとかテレビ台とかソファーとかっていうのはもともとここにあって、で、ただ、なんかその辺が気に入らないものがあったんで、その辺を全部このベッドルームに押しのけて、ここを1個押し入れ部屋みたいにしてから、奥のベッドルームだけ使ってるという感じになります。なのでお部屋的には 2LDK なんですけども、まあ、実質 1LDK みたいな感じで使っています。まあ、奥はそんな整えてないし、今ね寝てるんで見せられないです。はい。じゃあ一個一個紹介していきましょう。はい、ということで、まず、撮影でよく使ってるこの辺から紹介していきますか。このソファー自体はもともとこの家にあったものなので、そんなにこう、思い入れがあるというか、なんかどっちかというと色とかも変えたかったんで、家に帰ったら、日本に帰ったら、またね、違った色のソファーを導入したいと思うんですけども、このソファーはもともとあったやつ。で、買ったのでいうと、この辺の装飾品ですね。まずこれ、はい、マリメッコのブランケットです。マリメッコって知ってますよね。結構有名なブランドですけども、そのマリメッコのブランケットもこういうね、白黒じゃなくてカラフルなものもあって、結構これ可愛くて購入しました。で、この辺のクッション類は全部 IKEA ですね。これとかも IKEA だったはず。オーストラリアでは IKEA とか言って発音します。IKEA ですね。この3つとも IKEA。結構クッションはもともとね、中のクッションがここの家にあって、で、それのカバーだけ、クッションカバーだけを IKEA で揃えた感じになります。こうイエローで統一するんですけど、この2色とかだと結構ね、色がどぎつくなっちゃうんで、間に白とか挟んで、こういう感じでレイアウトしてます。はい。で、この欄ですね。この欄結構いろんなものがあります。何から紹介していけばいいのかな。一応アートから紹介すると、これはエリコちゃんが作ったテクスチャーアートですね。最近テクスチャーアートの作活動もしているので、日本に帰っても引き続きやると思うんですけども、これは主女作です。一番最初に作った作品をここに飾っています。で、こういうアートとかも普通にネットで買ったやつですね。で、花瓶とかこの辺は IKEA で購入しました。これいいっすよね。IKEA で3000円ぐらいだったかな。だったと思います。で、この棚自体もそんなに高いもんじゃなくて、実はこれも Amazon で、これいいかなって思うものを本当にノーブランド品で買いました。そんなに高くないはず。1万円しないぐらいかな。で、買ったと思います。で、あとは思い思いのものを結構ね、好きな風に並べていて、こういろいろとこんな感じになっています。この辺がですね、結構香り物ですね。気に入ってるのが、これエッセンソリエっていうメルボルンのアロマブランドですね。ここの香りが結構好きで、めっちゃいい香り。このローズマリーの香りとかめちゃくちゃ好きなので、ここのアロマディフューザーにちょいちょい垂らして使っています。こんな感じですね。はい、これ垂らしておくと、このアロマディフューザーがちょっと温めてくれて、いい香りを部屋にね、巻いてくれるという感じです。
で、香りは結構何種類もここにねアロマを置いてあって定期的に変えたりしてるんですけども、お香を炊く時も多くて、お香はですねこのマホっていうメーカーのお香を使ってます。これもメルボルン初なんですけども、日本でも全然売ってます。このねマホを作った人がシンガポールかなんか出身なんだけど、メルボルンに在住で、なぜか日本がめちゃめちゃ大好きで、日本のマホっていう女の子の名前を付けたかったという感じで名付けたらしいです。おもろいよね。であとは気分に応じてパロサントとかも置いてあるんですけども、この辺は香り物ゾーンですね。なんかインテリア系は結構エリコちゃんが揃えてるのが多いかも。でこの辺もキャンドルは IKEA で買ったやつ、これねちょっと枯れちゃったんですけど、エアプランツを置いてました。完全に枯れちゃいましたでこの辺の本とか結構お気に入りのものを置いていて、これがストリートスナップの本ですね。レクレイム・ザ・ストリートってやつなんですけど、結構ね良くて、僕は結構こういう写真集好きでよく見ています。これ日本にも売ってますね、これも。で、この最近シリアルシリーズの、ガイドブックもよく揃えて持っています。もともとニューヨークだけ持ったんですけども、最近コペンハーゲンとロンドンを、手に入れてここに並べてるって感じですね。でうちの家具は結構ねシンプルなものが多いんですけども、基本的には IKEA、 あんまりね高いもの買っちゃうと、東京日本に持って帰れないので、基本的には IKEA で買ってるんですけども、もう一個よく使ってるブランドがあって、ヘイですね。ヘイっていうブランドのものを使ってます。これとかヘイですね。ヘイのジャグ可愛いですよね、色合いが。こういうの好きでヘイのジャグはよく使ってます。ここのね下によいしょ、はい、こういうカラフルなトレイとかもヘイで買っています。あとはね一応お茶系がちょっとあったりしますね。この辺がティードロップかな。ティードロップっていうメルボルンのやつで、奥に T2 のお茶もあったりとか、あとはニュージーランドでゲットしたニュージーランドのウーロン茶ですね。ジーロンっていうねお茶があって、これがね結構好きで、あんまりこっちのねメルボルンでは緑茶が飲めないので結構ね重宝してますね。これ結構美味しい緑茶の味がします。あとはバーセットが僕の好きなものがここにいっぱいあるって感じですね。ケイスケの動画。はい、テレビ側も紹介していきたいと思います。テレビがこんな感じですね。で、もともとこのテレビとかテレビ台はもともとあって、このトレイとかはヘイのトレイですね。さっき見せた紹介したトレイがカラフルにここに置いてあります。でちょいちょいもしかしたら家の紹介する時にあれ出てきたかもしれないんですけども、これフェイクで、これも IKEA のモンステラのグリーンですね。割と遠目で見ると全然ね自然にナチュラルに見えるんですけども、実はフェイクで、このテレビと逆側にお部屋の入り口があるので、入ってきた時に目につくんだけどフェイクってバレないような位置に配置してます。でこの辺も結構こだわりで、こちらのこれなんだっけ、サンセベリアか。サンセベリアは全然本物です。ただこれねちょっと日本に持って帰れないんで、かなりね鉢も含めて気に入ってるんですけども、これは売ってくかあげるかしなきゃいけないですね。寂しい。株がもう2個になっちゃってもう1個咲いてるっていうね。はい、サンセベリアは全然水をあげなくても平気な植物、本当に1ヶ月に1回とか全然そのぐらいのペースでもぐんぐん育ってくれるんで、かなり植物育てるのにおすすめです。でこちらお気に入りのアートとか飾ったりしてるんですけども、この辺はねマーケットで買ったアートで、これはエリコちゃんが作ったアートですね。で、この台座みたいなスツールみたいななんだって話なんですけども、これはですねメルボルンで買ったチャップマンっていうメーカーのダコタスピーカーだったかな。たまたまショッピングモールで見かけたんですよね。ダコタサイドテーブルですねっていうやつです。これ結構良くて、これ自体確か3万ぐらいで手に入ったものなんですけども、スピーカーとしての役割があって Bluetooth でずっとつないでます。かつこのね真ん中の部分、ここにですねワイヤレスの充電スポットがあります。なのでここに置いてスマートフォンを常に充電しながら音楽かけるっていう形で使っています。でこの家最大の難点がありまして、光なんですよね。よくこの YouTube 見てると窓大きくていいじゃんって言ってくれるんですけども、実はこの窓めっちゃ暗いんですよ。これなんて言えばいいのかな、カメラ用語で言うと ND フィルターみたいなのが入ってて、結構現光されて光が入ってくるんですよね。なんで割とこのお部屋自体めっちゃ普段暗いです。もう本当に曇りだったら全然光が入ってこないっていうぐらい暗いので、もう本当に困ったもんなんですけども、そういう時用にライトもね実はあります。でライトはこのね机の後ろに隠してまして、ここによいしょこうやって隠してます。あんまりこうライトがやっぱリビングの見える位置にあるの好きじゃなくて、もうここに常に置いてるって感じなんですけども、ちょっと今ライトつけると明るすぎちゃうかもしれないんですけども、こんな感じで明るすぎるかな。ちょっと明るいね。はい、こんな感じで、壁にバウンスさせて、壁に反射させて普段使うことが多いですね。壁とか天井に。で使ってるライトの話なんですけども、よいしょ、ジーウンのモーラス 100X っていうライトです。ライト自体がめっちゃちっちゃくて、これなんですよ。
超ちっちゃくない？これに外部のバッテリーつけることもできれば、あとは外部のバッテリーじゃなくても電源で普通にね、つけることもできるんで、かなり便利でかなり持ち運びに良くて、僕は気に入って使っています。で、YouTube 撮影するときに僕のね顔に光を当てたいときはこういうディフューザーっていうのをこの前にね、つけて撮影することもあります。基本的にお部屋を撮影することが多いんで、そういう時にはこのモーラス X100 っていうのを天井にバウンスさせて使うことが多いですね。実はインテリアのことを別のね YouTube チャンネルで配信してたりもするんですけども、そういう別のねインテリアの YouTube やるときには、だいたいこれを天井にバウンスさせて使うことが多いですね。一応こっちのローテーブルも映しておきます。このねローテーブルは実はもともとあったんですけども、この上の天板だけ変えてます。この上の天板は IKEA のものに変えてますね。 IKEA でこれ見つけました。で、あとは借りてるスイッチ、スマブラね、今週末大会があるんでそれにちょっと出ようと思ってスマブラをお借りしてたりとか、あとはここにカメラがポンと置いてありますね。ルミックスの S9 だったりとか、なんか CIO のモバイルバッテリー、お気に入りのモバイルバッテリーです。で、ちなみにこれもマリメッコですね。で、これが花瓶、結構お気に入りの花瓶です。ファジークっていうメーカーの花瓶ですね。くらいかな。ここはそんなもんかなと思います。キッチンに行きましょう。ケイスケの動画。はい、キッチンにやってきました。キッチンいっぱい改造していて、大きく改造してあるところ、ここですね。この壁。この壁、実は貼ってます。はい、よく見るとこれシールなんですよね。ほら。シール、タイル型のシールにしてます。これね、実は背面貼る前が真っ黒だったんで、結構キッチンがね暗く落ちちゃったんですよね。で、それが嫌でこのね白いタイル状のシールを貼りました。かなりタイルのリメイクシールうまくいったんでお気に入りですね。すごくいい感じになった。はい、でこの辺がキッチン周りで、ここの右のところはこれほぼ IKEA ですね。IKEA と、この辺の買い足し物はありますけども、この台自体は IKEA です。この辺のグラインダーとかも IKEA ですね。で、キッチン関係の菜箸とかを上から吊り下げるようにしてて、これ磁石のフックは100均で買いました。100円ショップで買ってフックでこんな感じで吊り下げるようにしています。こんな感じ、かなりおしゃれですよね。で、このねお鍋類も買ったんですけども、こちらグリーンパンっていうメーカーのお鍋とかフライパンも買いました。これね白いフライパンみたいなのがあんまりなくて、買って結構最初はよく使えてたんですけども、なんかフライパンが割とこびりついちゃったんですよね。これちょっと困ったもんだなと思って、家に帰ったらどんなフライパン使おうかと思ったりしてます。結構こっちね、メルボルンは物価が高いんで割と自炊すること多いです。1週間あると5日6日は自炊ですね。基本的には自炊っていう感じでやってるんで、こんなねもうめちゃめちゃ使い込んでるみたいな感じになっちゃってる。はい。で、一応ナイフ類も揃えて、この辺の、花瓶とかもお気に入りですね。これメルボルンのラルナっていう結構お気に入りの雑貨屋さん、家具屋さんで購入しました。こちらのフレンチプレス、コーヒーのフレンチプレスはヘイですね。で、一応ここにコーヒーゾーンがあって、こっち来て買ったこちらのコマンダンテ。はい、この、コーヒーミルを購入しまして、これでね毎日ドリップコーヒーを入れて飲んでいます。豆は今結構少ないんですけども、常に 3,4 種類はストックしていて、普段はこのねメルボルンでは有名なマーケットレーンコーヒーっていうところと、あとインダストリービーンズってところ、あとメーカーっていうね、いろんなところのコーヒー豆を好きな感じで買ってるという感じになります。多い時は家に豆が8種類ぐらいある時もあるんですけども、大体3種類ぐらいはストックして気分に合わせて飲み分けてるっていう感じです。で、見たらわかると思うんですけど、キッチン結構暗いじゃないですか。なのでたまにキッチンを撮影する時はライトを使うこともあります。ライト使うのがまたこれもジーウンなんですけども、ジーウンの 5-Ray V60 っていうねバーライトを使っています。こういうバーライトなんですけど、これね結構がっつりしてて、かつバッテリー式なんで割とね重宝してるんですけども、これをここに置いておきます。はい、こんな感じですね。こんな感じで置いておくと、天井バウンス側に光が出て、ここから反射してキッチン周りを結構ね、明るく撮影することができるって感じです。で、ジーウンのライトなんですけど、結構僕は積極的に使ってるんですけども、やや緑にかぶります。ちょっとだけ緑によるっていう感じではあるんですけど、全体それで統一できればそんなにね問題ないというか、後でね動画で修正できたりもするんで、そんなに気にはしてないですね。普段使う時にそんな致命的に変な色になるわけじゃないんで、ちょっと特性上若干緑によるかなぐらいなんでね、そんなに気にしてはないですね。はい、で最後このテーブル周りですね。このテーブルも IKEA で購入しました。これめっちゃいいですよね。これも IKEA で全然購入です。で、このトレイ周りですね。トレイとライトはヘイで買っています。これポータブル PC ライトかな。 PC ポータブルっていうライトだ。
はい、のソフトイエローのカラーで買っています。でこのヘイのトレイも結構何種類かあって、ここにあるだけじゃなくて、こっちの香水ゾーンにも実はねトレイが2種類あったりするんですけども、ちょいちょいカラフルなヘイのトレイを置いて使ってるという感じです。でイソップのハンドクリームがここにちょっと置いてあったりとか、別におしゃれのためじゃないですよ、これは普段使ってるんですけども、イソップのハンドクリームとか、あとはお香立てがここに置いてあります。そう、あと紹介したいのが椅子ですね。椅子、これもう日本に持って帰れなくてどうしようと思ってるんですけど、こちらカスカチェアっていう椅子、こっちで買いました。って言っても多分カスカチェアのリプロダクトだとは思うんですけども、とはいえ 2.5 万から3万ぐらい一脚したんで、結構お気に入りのね感じではあるんですけども、ちょっと持って帰れないと思うんで売ってこうかなねっていう感じです。はい。であともう1個、はい、これもめっちゃお気に入りなんですけども、こちらウォードのサイドテーブルですね。ウォードっていうメーカーのサイドテーブル、これサイドテーブルなんで上にね本とか置いちゃったりしてるんですけども、この部分にも本が入るようになってて、裏面も本が入るようになってます。結構好きな本とか入れて使ってますね。ここにホームメイド、家のねこっちのメルボルンの料理本とかが置いてあります。でこのウォードのサイドテーブル、日本でも購入はできるんですけども、このねテラコッタの色、このオレンジっぽいちょっとくすんだオレンジみたいなね色があんまりなくてですね、グレーとかはあるんだけど、多分この色をなんか見つけづらそうだなってことで、これは持って帰ろうと思ってます。これはねめっちゃお気に入りなんで、結構重たいんですけどもデザインが可愛くて、あと部屋のアクセントになるんで、割とこれが1個あるだけでお部屋閉まるかなって感じで、かなりお気に入りの家具の一つです。ケイスケの動画、はい、ということで語りたいところがいっぱいありすぎていっぱい語ってしまいましたが、まだまだ語り足りません。実は本当にね、もっともっとここはああであれはこうでみたいなね話をしたいところではあるんですが、それ以上やってもお腹いっぱいになっちゃうだけなんで、お部屋全体こんな感じですと、今回は紹介させてもらいました。本当に好きなもの、これいいなって思うものを揃えていったら、どんどんお部屋が良くなっていったという感じです。本とかねちょっと重ねたりしたらおしゃれじゃないみたいな感じで本を置いてあったりもするんですけども、とはいえなんかね、全然必要じゃない本を買ってるつもりはなくて、全体的に家にある英語の本とかもちゃんと読む本が多いです。英語はねめちゃめちゃできるわけじゃないんですけども、やっぱ本読むのもね英語の勉強になるので、さっきの料理本とかそういうのも読んでると割とこういう英語使うんだとか、そういう勉強になったりします。なんで英語の本ってね普通にお部屋にあるだけでちょっと映えるじゃないですか。で、英語の勉強したいなって思ってる人がもしいるんであれば、そういう目的でもちろん買ってあげてもいいんだけど、プラスしてやっぱりね、自分の興味のある本っていうのを買ってあげると、英語の勉強にも絶対になるので、ぜひ買ってみてほしいなと思います。今回紹介した中で、日本に持って帰るやつないし、日本で買えそうなやつっていうのは、全部概要欄に貼っておきますので、ぜひ気になるものがあればお家に導入してみてもらえればと思います。この家ももうほんとあと1週間10日ぐらいでね僕家出なきゃいけないんで、こっからどうやって片付けんねんってところではあるんですけども、今日この撮影が終わった後片付けて、もう日本に帰国の準備をしたいと思います。寂しい。また新しいお部屋になったら好きなね家具とかも買っていこうと思いますので、お家ができた際にはまた改めてルームツアーをしたいと思います。ぜひお楽しみにしていてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。